2023年ベピオゲルの改良版のベピオローションが処方できるようになりました。刺激がかなり少なくなり、水分の保持力がアップしました。1円玉ぐらい出すとが出てきます。この量で全部のお顔につけていきます。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ跡でお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りいたします。今日お話しする内容は、ニキビについて、ベピオゲルとベピオローションの違い、有効成分、塗り方、副作用が辛い時の塗り方について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ベピオローションを使いこなせるようになると思います。ネットを見ていると、正しい情報もあれば、残念ながら間違っている情報もたくさんあるなって思います。間違っている情報を信じてしまわれた結果、ニキビが悪化してしまう方もいらっしゃいますので、ご注意ください。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。まず、ニキビの原因とされるアクネ菌は、皆さんの肌に住み着いている常在菌です。慢性的に毛穴が詰まったり、皮脂の分泌が多くなりすぎたり、あとホルモンバランスが崩れたりするとニキビができるので、思春期が終わるまでに約 90% 以上の方がニキビになると推測されています。ニキビ治療をしていて思うのが、肌が変わると人生が変わったっておっしゃる方がいます。人から見られても平気になった。メイクであんなに必死に隠してたのが嘘みたい。と人生がいい方向に変わっていくのは皮膚科医としてはとても嬉しいことです。ニキビで皮膚科に行った時、ベピオローションというお薬をもらったことはありませんか？ベピを使ったけど良くならなかったって思っている方っていませんか？そういう方に何本使いました？1本を何ヶ月で使いましたってとこまで突っ込んでお話を伺うと、ほとんどの方が間違った使い方をされています。ごめんなさい。ニキビはそれでは良くならないのです。だって、ベピオローションの効果が出るのは3ヶ月ぐらいしっかり塗ってからなんです。皆さんもここのところをよく頭に入れておいてくださいね。今回はベピオローションについてお話ししようと思います。ベピオの成分である過酸化ベンゾイルは60年も前から世界でニキビ治療薬として第一線で活躍してきましたが、日本でベピオが承認されたのは2015年と比較的最近のことです。リフェリンが2008年に保険適用になったので、その7年後からベピオが使えるようになったんですね。ベピオの有効成分の過酸化ベンゾイルは、日本皮膚科学会のガイドラインでは A 判定でニキビの治療薬として推奨されています。近年ですね、ニキビの治療薬において耐性菌が非常に問題になってきています。ニキビ菌を殺菌する塗り薬や飲み薬は長期間使用するとニキビ菌が薬に対して抵抗力を持つようになり、薬が効きにくくなるという問題が発生していました。しかし、ベピオには薬剤耐性菌がないと考えられていて、長期使用可能となっています。ただ、カサカサしたり、刺激があったりで、使いにくいという方が多かったのですが、2023年、ベピオゲルの改良版のベピオローションが処方できるようになりました。中身がローションになり、スクワラン、モノステアリン酸ポリエチルグリコール、セトステアリルアルコールなどの保湿成分が増えましたので、刺激がかなり少なくなり、水分の保持力がアップしました。これにより、ベピオゲルでは 37% に乱れた副作用が 12% と、なんと約3分の1になり、赤みや乾燥、刺激感がだいぶ楽になりました。ベピオには強力な酸化作用があって、主に2つの作用があります。フリーラジカルがまず1つ目にニキビ菌の代表であるアクネ菌を殺菌する抗菌薬のような効果があります。2つ目に毛穴の入り口の異常な角化を除去するピーリング作用です。ピーリングとは古い角質を取り除くってことです。このピーリング作用で毛穴が詰まりにくくなります。毛穴の詰まりがなくなってくると、薬が毛穴の奥まで入り、殺菌作用も効きやすくなります。つまり、過酸化ベンゾイルというのは、ニキビの初期の白ニキビ、黒ニキビといった
本当にごく初期の毛穴詰まりに対しても有効ですし、ニキビ菌が増殖している真っ赤な炎症菌に対しても有効な成分なので、どのニキビの段階においても有効な成分となります。日本では 2.5% の濃度の製剤になっていますが、これ以上濃度を濃くしても有効性に差がなくて、濃度を強くすると副作用が強くなってしまうので、このくらいの濃度が推奨されています。そしてこれがベピオローションになります。これをどのくらい塗ると効果を感じるのかというと、1円玉ぐらい出すと 0.5g 出てきます。この量で全部のお顔につけていきます。ベピオは基本的にリフェリンゲルと同じで、ニキビだけではなくて、その周りのニキビができやすいところにも塗ります。そうすると1日 0.5g を塗ってくださいということなので、このローションは 15g 入っていますので、1ヶ月でなくなるはずです。これが1ヶ月にこんだけしか使ってないよっていうことだと、それ塗ってないよねっていうことになります。薬を使うにあたっての正しい量、使用方法というものを知らないと思います。副作用としては、ディフェリンやベピオゲルと同じで、最初の約2週間ぐらいは刺激やほてり感などが感じられます。乾燥が 3%、赤みが 5% ぐらいの方に出ます。なので、途中で断念する人ってかなりいるみたいです。でも、1ヶ月程度継続すると、この副作用の症状は軽減していくことが多いと言われています。あと、割合は低いのですが、注意が必要なのはアレルギー性の接触皮膚炎、つまり、かぶれです。これは100人に3人ぐらいの方が起こります。過酸化ベンゾールにかぶれる方は、ベピオは使えませんが、ディフェリンゲルよりは、ベピオはかぶれとかの症状は少ないかなって思います。ただ、初期の頃の刺激感と区別がつきにくいケースもありますので、違和感を感じた場合は、一度使用を控えた上で、主治医の先生に相談していただくといいかなと思います。あと、これは皮膚科医でしか判断できないことなので、ヒリヒリしたのが中止するレベルなのか、使い続けていいのかなど、使い方に関しては皮膚科の先生と相談しながら指示に従ってくださいね。あと、副作用で脱色というものがあって、背中のニキビにベピオローションをつけていると、パジャマの色が白くなったということがありますので、大事なパジャマは使わないでください。よく乾かしてからパジャマを着ると脱色しにくくなります。あと、朝洗顔するときに、水だけで洗顔すると茶色いタオルが脱色されてオレンジ色になったりすることがありますので、洗顔フォームを使って洗顔するか、白いタオルを使ってくださいね。ピーリングの副作用がすごくて痒かったりとか、ヒリヒリしたり、痛かったりするので続けられないっていう方も、最初は少量から塗ってみる。具体的にお話しすると、初めて塗るときには指先に少量を取って直径2センチ以下の広さにすり込まないように優しく塗り広げます。で、徐々に塗る範囲を広げていって、かさつきや赤みが強く出なければ顔全体に広げていきます。あと、保湿。できればノンコメドジェニックといって毛穴を詰まりにくくするような保湿クリームを多く塗って、その後でベピオを塗る。もうヒリヒリ感が強いんだったら、1日おきにしてみたりとか、もう2日おきにしてみたりっていう形でお肌と相談しながら塗ってみてください。あとはね、刺激感が強い方はですね、洗い流してしまっても問題はありません。夜お風呂やシャワー、メイクを落とす前に塗っていただいて、短ければもう15分ぐらいしたらお風呂で洗い流しちゃうっていう方法もあります。お風呂で洗い流して、その後でお化粧水や乳液をつけてください。そうやって少しずつお肌に慣れさせていくのが、長期にかけて塗り続けていくポイントになっていきますので、ぜひ押さえておいていただけたらと思います。あと、よくありがちなのが、1本使っても良くならないから効かなかったとおっしゃる方がいらっしゃいますが、効き始めるのは3ヶ月、1ヶ月に1本使うと思うので、3ヶ月経った頃だと思ってくださいね。そして毎日歯磨きをするように毎日つけていただきたいんです。ちなみに、この乾燥の度合いなんですけれども、一番ひどく出るのがエピディオゲルだと言われています。そしてその次がディフェリン。
比較的マイルドなのがデュアックとベピオゲル。で、さらに副作用が弱くなったものがベピオローションという形に位置づけられています。あと、妊娠中という方は有効性が上回った時は使用してもいいというふうに言われていますが、妊娠中はピーリングの石鹸とかを選択される方が多いですね。ベピオローションはニキビを治すだけではなく、ニキビをできにくくするっていうお薬ですので、もしまだニキビ治療で抗生剤の軟膏だけしか処方されていないって方は、ぜひベピオローションを使ってみてください。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで、今日はニキビの患者さんによく処方される過酸化ベンゾイルという成分のベピオローションについて、ニキビについて、ベピオゲルとベピオローションの違い、有効成分、塗り方、副作用が辛い時の塗り方について皆さんにお話をさせていただきました。ベピオローション、以前処方されたけどうまく使えてなかった、すぐに塗るのをやめてしまったという方は、ぜひ今回の動画をご覧いただいて、もう一回ベピオローションを塗ってみようかなって思っていただけると幸いです。ひどいニキビを放置すると皮膚がへこんだり、赤みがずーっと残ったり、簡単には治らない状態になります。そうするとなかなか綺麗な肌には戻りません。お金も時間もかかってしまいます。だからひどくならないように早めにケアをすることをお勧めします。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。